皆様こんにちは。ドクター西田こと西田渉糖尿病内科院長西田渉でございます。今日は2023年6月18日日曜日。実はすでにもう4本番組取り終えて、もうちょっともうめちゃめちゃテンション上げて、お子様向けの番組がいよいよ再開されたので、お子様向けに超テンション上げても頑張って撮影したらもう疲れてしまいました。疲労困憊状態ですが、今日はもう5本目、一番大事な真面目なね番組をお届けしたいと思います。6月、この緊急特番3ということで、ジンチパイン阻害薬シリーズ緊急特番3、最後になりますけれども、今日のタイトルはこちら。米国国立加齢研究所がジンチパイン阻害薬に注目っていうですね。これ今月の話なんですが、先週アメリカでこの米国国立加齢研究所 NIA と言いますけども、NIH は比較的有名で国立衛生研究所、皆さんご存知かと思うんですが、この国立加齢研究所がジンチパイン阻害薬に着目してとあるワークショップを開催したっていうですね、これつい1週間前の話でございます。はい。で、米国には大きく3つの、いろんな公的連邦政府機関がありますけれども、FDA、食品医薬品局、薬の審査ですね。薬の臨床試験も含めて非常に厳しいところですけれども、ここが認可すればお薬が晴れて認可されて患者さんに使うことができるという、我々医療従事者にとっても、もう日本の医療関係者にとっても非常に馴染みが深いところであります。そしてNIH 国立衛生研究所、日本でいうと厚生労働省に相当するような組織ですかね。もっと広い幅が視野が広い連邦政府機関ですが、そしてもうその傘下に NIH の傘下にナショナルインスティテュート・オン・エイジングということで国立加齢研究所というのがあります。実は私もつい最近になるまで知らなかったんですけどね、 NIH の傘下に NIA というのがあります。これはですね、間違いなくこれから人生100年時代、認知症という問題を考えるときに、おそらくこの NIA の動きがこの日本にも非常に大きな影響を及ぼすことになるかと思うので、皆さんもぜひ頭の隅にこの NIA 米国国立加齢研究所の動きはですね、ちょっと隅に置いていただけたらと思います。で、この NIA 国立加齢研究所ですけれども、目的は何かというと、ここのホームページからお読みいただきたいんですけれども、いろいろ書いてあるんですけれども、大事なことは、NIH や FDA っていうのは、どちらかというと、特に FDA は病気の治療ですね。病気になった人たちをお薬を開発するとか、それを認めるのが FDA ですけれども、NIA は違って、よりよく年を重ねるためには、どうすればいいのか、その、予防ですよね。大きくは予防。特にもう認知症関連に関して、ここにも最後に出てますけれども、コンダクティング・アルツハイマーズ・ディジーズ・リサーチということで、アルツハイマー病研究における第一人者であると。ただし、それはアルツハイマー病の治療というよりも、そのアルツハイマー病の研究を通して得た知識、知見、して知恵を通して、アメリカの国民たちが将来認知症にならないように、よりよく生きるために、それがこの国立加齢研究所の目的というところがですね、とても大事なところだと思います。転ばぬ先の杖、認知症にならないようにするためにはどのようにすればいいのか、そういうことを本気で、こういうところはないですよね、日本に。病気の研究所は今ほどあるけれども、厚生労働省も病気に関するいろんな組織はあるけれども、病気に本気でこうやって NIA に相当するような認知症にならない、よりよく年を重ねるためにはどうすればいいのか、本気で予防の立場から研究する組織、機関というのは日本にはないですよね。本当に残念なことだと思います。で、この NIA の中にとんでもないグループができました。とんでもないグループ名がですね、これですよ。NIA オーラルヘルス &AD というのはアルツハイマーズディジーズの略ですけど、アルツハイマー病、プランニングというのはグループということで、日本語に訳すと、健康とアルツハイマー病企画グループというですね、もうオーラルヘルスっていうのは僕が昔から使ってるまさに健康でしょ。お口が健やかだっていうことがオーラルヘルスじゃないんですか？アメリカはちゃんとオーラルヘルス、連邦政府機関がこの健康という概念をオーラルヘルスという言葉を使ってますよね。オーラルディジーズじゃないんですよ。
お口の病気じゃなくてオーラルヘルス、NIA、米国連邦政府機関が、この健康ということをですね、ちゃんと使って、そしてしかも、この健康とアルツハイマー病に関する企画グループというのが NIA の中にあるんです。ちゃんとコンタクトインフォメーション、連絡先もちゃんと入れてるんです。こういうところがアメリカの政府機関と日本の官僚の違いですよ。日本の皆様もぜひこれ見てくださいよ。ちゃんと連絡先がメールアドレスまでこうやって載ってる。そして誰々がこのグループの代表者なのか、ちゃんと名前まで連絡先まで記載されている。連邦政府機関のページに。日本の厚生労働省やいろんな所轄官庁で、そのグループのその責任者であるとか参加者の官僚の名前書いてあります？書いてないでしょ。こういうところが日本とアメリカの違いなんですよ。きちんと責任者が堂々と自分たちの仕事、この仕事は私たちがやっておりますということで堂々と名乗りを上げる。ここが日本とアメリカの違いであり、日本が未だに、先進国でありながら非常に私は遅れているところだと、要するに覚悟がない。名を名乗れって言って昔の日本人は言ってたじゃないですか。名を名乗れとか言ってね。名を名乗れ。古くからの日本にはそういう精神があったはずやのに、もういつの間にやら骨抜きになって、こういうきちんと責任の所在を明らかにすることをあえて隠すようになってしまったという、こういうことが海外のこういうニュースソースを見るだけでも勉強になるということですね。で、この先ほどのグループがびっくりするようなワークショップを開催しました。ね、先ほどの NIA Oral Health and Alzheimer's Disease and Related Dementia Workshop ということで、アルツハイマー病とお口の健康とアルツハイマー病もしくはそれに関連する認知症のワークショップということで、この下にオーディエンスということで、聴衆は Relationship between Oral Health and Alzheimer's Disease AD ということで、日本語にするとこうです。健康とアルツハイマー病のつながり。これを論じるワークショップが6月13日、6月14日、つい最近開催されたんでございます。いいですか？お口の健やかさ。病気じゃないです。歯周病でもない。オーラルヘルス。お口を健やかに保つこととアルツハイマー病のすなわち、病気を、アルツハイマー病を治療するというよりも、このアルツハイマー病を理解することで、そしてそのためにはオーラルヘルスが大事だ。アルツハイマー、もっと言うと、アルツハイマー病を予防するためには、お口の健康さが大事だということをテーマにしたワークショップなんですね。で、開催目的にはここにいろいろ書いてあるので、原文をお読みいただきたいんですけれども、後で次のスライドで大きくしますが、このアルツハイマー病とお口の関係についてそういう研究分野に関しては、ここに積極的、ディターミン、プライオリティ、研究のプライオリティですね。どの研究が大事か、そうではないかということは予算ですよ。予算をつけるかどうかということを決めたいという、すなわち裏を返すと、お口とアルツハイマー病の関わりについて、これから NIA は予算をつけていくと宣言してるわけですよ。すごくないですか？予算をつけるということは本気だということですよ。アメリカの連邦政府機関は、お口の健やかさと認知症の関連性に着目して、それからその研究に予算を割いていくということを宣言しているということです。そして、先ほどのアンダーラインを大きくするとこれです。ニューロデジェネレーション、神経変性。神経変性と高齢者口腔疾患のつながりということが先ほどのアブストラクトに書かれているんでございます。神経変性、ニューロデジェネレーションですね。すごく大事で、神経の変性疾患と言います。認知症もそうですけども、いろんな神経の病気があって、神経が壊れていって、そして認知機能が落ちていく。それはアルツハイマー病だけではなくて、いろんなこの認知症の疾患というのは、これすべて神経が変性すること。神経が壊れていって、そういう頭の病気が起きてくる。そこに、高齢者のお口の病気が、ここはオーラルディジーズという言葉を使ってますよね。オーラルディジーズ。エルダリー、オールダーアダルツということで、高齢者におけるお口の病気が神経を壊している。そのつながりを研究する。そういうワークショップです。
こういう概念を持った研究グループは今日本にはないんじゃないですかね。残念ながらね。神経変性とお口です。高齢者。で、このワークショップで人事パイン阻害薬に関する2題がありました。一つは、かねてからこちらでもご紹介しているアルツハイマー病と人事パイン。アルツハイマー病の病原因子である人事パインを標的にした治療というものが一つと、もう一つびっくりするようなものがあります。ダウン症候群。ダウン症。実はですね、コルテックス細胞時代からこのダウン症候群はなかったかな。僕もちょっと今回びっくりしたんですけれども、これどういうことか。人事パイン阻害薬とアルツハイマー病は何回もここ日本ではドクター西田だけがギャー叫んでますけれども、ダウン症候群。どういうことか。それは、ライトハウスファーマのパイプラインと言われる、これからライトハウスファーマがどういう薬を開発するかというこのパイプラインと呼ばれますけれども、薬のその計画表を見ると分かります。で、現在進行中の LHP588 は、ここ大事なのは KGP、ライジンアルギニン、ライジン人事パインインヒビターというのが KGP ですけども、リジンの人事パインインヒビターというのがあるんですけれども、人事パインには2種類あるんですね。KGP と RGP の2種類があるんですが、LHP588 はこの KGP の対象にした阻害薬で、これはアルツハイマー病。そして、そこにダウン症候群、確かにダウン症候群の認知症。で、これがフェーズ 2B、レディということで、いよいよ今年中に、でもダウン症候群も本当に出てくるのか、ちょっと今、ドキドキなんですけどね。アルツハイマー病に関しては、確かに COR388、コルテックス細胞時代に臨床試験が組まれましたが、ダウン症候群の患者さんの認知症に関しては、臨床試験はまだ実施されてないはずですから、これが一体何を意味するのか、これから明らかになると思いますけれども、でも、実はもうその下にパーキンソンもあるんですね。パーキンソン病も実は変性疾患、神経変性疾患の一つなので、ひょっとするとこれからこのパーキンソン病を対象にした第2層臨床試験も始まるかもしれませんですね。で、大事なのはここ下、RGP ね。こっち、アーギニンです。アーギニンの人事パイン。アーギニンタイプの RGP というのがあるんですが、それの阻害薬 LHP85 に全く新しいものですが、これも計画されて、これはもうすでに第1層臨床試験がこれ始まろうとしてるんですかね。こっちはすごいです。PG 菌の感染症はもちろんなんですが、よく見てください。プリターモバースということで、これは早産も含めて、この早産が、すなわち PG 菌が赤ちゃんの早産を引き起こしてくる。それに対する LHP585 に人事パイン阻害薬というのが、このパイプラインの中に書かれてるんです。すごくないですか？アルツハイマー病、ダウン症、そして早産。もうそれぐらいの勢い、もうちょっと今までだと想像もつかないような病気、認知症、ダウン症、そして早産、赤ちゃんの早産、そういうものにまでこの人事パイン阻害薬は広がりをアメリカの向こうではもう見せてるっていうことですよね。どれから一体どうなるんでしょうね。本当にワクワクしますよね。ということで、おそらくこっから先はちょっとしばらく数ヶ月は間が空くと思うので、ドクター西田の体なるほどチャンネルではもちろん何かあれば緊急特番4番ということでご紹介したいと思いますが、ちょっととりあえずここまでの人事パイン阻害薬の流れに関しては、その人事パイン阻害薬の登場の歴史から踏まえてちょっと2時間ぐらいの長いシリーズでちょっと作ろうかなと、また別枠でね、 YouTube ではなくて専門的な番組で作ろうと思っておる次第でございます。最先端のライトハウスファーマーの動きに関してはこの体なるほどチャンネルで逐一報告してきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。ワクワクしながら待ちましょう。次の続報を。